美の字。愛知県民がこのワードを聞くと、おそらく最初に思い浮かぶのは、この居酒屋チェーンです。しかし本来の美の字は、名古屋にある東海道の宮宿と、岐阜にある中山道の垂井宿を結ぶ脇街道です。今日はこの美の字を北から南に走ります。ゴールは名古屋市熱田の東海道と美の字の追い分けです。こんにちは。私は今、岐阜県不破郡垂井町にある垂井城跡に来ています。現在は千勝寺というお寺になっています。今日走る美の字はいろいろと情報量が多く、忙しくなりそうなので早速出発します。まずは中山道と美の字の追い分けを目指します。正面に見えるのは近くにある南宮大社の鳥居です。中山道、垂井宿の宿場町を走ります。相川を渡ります。左にあるのが中山道と美の字の追い分けです。ここからが美の字となります。この辺りには旧街道の松並木が残っています。JR 東海道本線を渡ります。一旦国道21号に出ます。ここから大垣市に入ります。国道から側道に入り、旧長松村の集落に入っていきます。大谷川を渡り、旧荒川村を走ります。県道31号に出て東に走ります。東海環状自動車道の下をくぐります。旧徳村を通ります。右手には旧徳の一里塚があります。杭瀬川沿いに右折し、旧静里村に入ります。右手の塩田常夜堂は明治13年に建てられたものです。ここ杭瀬川はかつては水運が盛んでした。再び県道31号に出ます。養老鉄道の線路を渡り、大垣城の城下町に入っていきます。大垣市は水の都と呼ばれるほど水源が豊富で、左を流れる水門川はその象徴です。湧き水を利用した水まんじゅうは大垣市の名物です。ここから美の字は逆向きの一方通行となるため、反対側から撮影します。右にあるのは宮宿から数えて7番目の宿場町、大垣宿の本陣跡です。ここを右折すると大垣城があります。本来の向きに戻ります。この辺りの本来の美の字は城下町らしく可燃手となり、もっと右左折があります。大垣城の城下町を抜けて東に進みます。国道258号を越えます。この右には三塚一里塚跡の碑があります。一里塚とは一里、
約4キロごとに置かれたいわばマイルストーンで、江戸時代に全国の道に普及しました。旧三塚村と旧今宿村の境界を北上し、再び東に向かいます。この先、愛知県に入るまでに木曽三川と呼ばれる大きな川を3本渡る必要があります。一番西の揖斐川が今の川筋となったのは1530年の大洪水からと比較的最近です。それまでは大垣城より西を流れる杭瀬川が本流でした。昔は渡し船で渡っていましたが、今は橋があるので迂回します。左には沢渡の私の城野島があります。国道21号で木曽三川の一つである揖斐川を渡ります。ここから安八郡安八町に入ります。右にあるのは結神社です。この神社で織田信長は長篠の合戦の前に必勝祈願をしたと言われています。一説には奈良時代以前に創建されたとも言われていますが、今はリア充の恋愛パワースポットでもあります。ここから美濃路に戻ります。この先は車止めがあるため少し迂回します。美濃路に戻ります。また車止めがあるため迂回します。美濃路に戻り川沿いを東に進みます。この右の下の道には東結ぶ一里塚跡があります。ここで再び大垣市に入ります。大垣市は3つの飛び地で構成される珍しい市です。犀川の堤防道路を下り、旧須ノ俣村に入っていきます。須ノ俣宿に立ち寄ります。須ノ俣宿は宮宿から数えて6番目の宿場町で、この先の長良川を渡るための渡船場として栄えました。またこの近くには木下藤吉郎が織田信長の命で築いた須ノ俣一夜城があったと言われています。美濃路に戻ります。長良大橋で木曽三川の一つ長良川を渡ります。ここから少しだけ岐阜市に入ります。ここから羽島市に入ります。右には小熊川の渡し跡があります。小熊川、現在の境川はかつては尾張川とも呼ばれ、尾張と美濃の国境でした。右には小熊の一里塚跡があります。小熊川の向こう岸には鎌倉時代より高桑城がありましたが、織田信長により落城し廃城となりました。堤防道路を下り旧境村を通ります。この先少しの区間、旧街道は喪失しています。県道151号から側道に入り美濃路に戻ります。この辺り元町は須ノ俣宿と次の御越宿の間の宿があったところです。名鉄竹花線の線路を渡ります。竹花線は名鉄には珍しく愛知県を一切通らない路線です。左の小学校の敷地には不合式の一里塚跡があります。旧大浦村に入ります。
右の金毘羅社より先の河原にかつて木曽川を渡る美濃国側の渡船場がありました。木曽三線の一つ、木曽川の堤防道路を走ります。濃尾大橋で木曽川を渡り愛知県一宮市に入ります。ここより4キロほど下流には木曽川を渡る県営の渡船が今でも現役で運航されています。正面の金毘羅社に尾張国側のおこし渡船場跡があります。正面にあるのはおこしの船橋跡と考察場の跡です。おこし宿は基本陣跡に立ち寄ります。宮宿から数えて5番目の宿場町であるおこし宿にある旧林家住宅は船上屋であった林家の建物を再現したものです。落ち着きのある和室もきれいに整備された庭園も趣があります。隣にある民族資料館とともに無料で見学できるのがありがたいです。では美濃路に戻ります。今走っているのはかつて微細市であったエリアです。2005年から一宮市になっていますが、微細という呼び方は今でもところどころ残っています。道の両サイドにあるのは富田一里塚です。美濃路には13カ所の一里塚がありましたが、現在原型をとどめているのは九徳と富田だけです。名神高速道路の下をくぐります。もともとは木曽川の本流であった日光川を渡ります。ここが宮宿から4番目の宿場町である萩原宿の本陣があった場所ですが、今は石柱があるのみです。この商店街には昔の宿場町の雰囲気がよく残っています。名鉄微細線の線路脇には萩原郷土資料館があり、この地の出身である歌手船木和夫の資料が展示されています。船木和夫は中日ドラゴンズの応援歌「燃えよドラゴンズ99」の歌手でもあります。左には高木一里塚跡があります。旧中島村に入ります。かつてはこの辺りに中島城がありました。ここから稲沢市に入ります。かつては尾張国の国府が置かれ、政治や文化の中心でした。県道14号を少し南下し、また東に進みます。この辺りから宮宿から3番目の宿場町であった稲葉宿に入ります。この辺りも旧街道の宿場町の町並みがよく残っています。左にあるのは稲葉宿本陣跡です。左に小沢一里塚跡があります。現在の稲沢という名前は稲葉と小沢という町の名前から一文字ずつ取ったものです。右に見えてきたのは三菱エレベーターの試験塔空へです。高さは稲沢です。名鉄名古屋本線を渡ると左には国宮神社の一の鳥居があります。国宮神社は天下の奇祭と言われる裸祭りが行われることで有名です。裸祭りの正式名称は直井神事といい、昔は直井人を捕まえる直井取りが行われていましたが、現在は志願者の中からくじで決定します。
ふんどし姿の数千人の男たちが神男を目指し群がる姿は圧巻です。なんと今年からは女性の参加が認められたため、世の男性は期待などを膨らませましたが、なんか思ってたのと違いました。伝統を維持しながら時代に対応することの難しさを改めて感じさせられます。JR 東海道本線の線路を渡ります。この左に四谷の一里塚跡があり、岐阜街道と呼ばれる道との追い分けです。右にある長光寺は清洲城に住んでいた織田信長にゆかりのある寺です。ここから清洲市に入ります。旧市場村を走ります。名二冠の下をくぐります。もともとはこの先にある清洲古城跡公園に清洲城はありましたが、今は五条川を挟んだ向かいに復元されています。右にあるのが宮宿から2番目の宿場町である清洲宿本陣跡です。五条川を渡り南下します。清洲城は堀の内側に城下町があったため、この辺りも城の一部と言えます。名鉄名古屋本線の下をくぐります。旧須賀淵村に入ります。右には須賀淵一里塚跡があります。名鉄対馬線の線路を渡ります。ここが以前走った対馬街道との追い分けです。新川を渡り西琵琶島に入ります。現在の西琵琶島町にはカレーのここ一番屋の1号店があります。この先に美濃路と以前走った岩倉街道の追い分けがありますが、庄内川を渡るため迂回します。琵琶島橋を渡り名古屋市西区に入ります。名古屋城とその城下町は歴史上幾度かの転機がありました。まず1555年に織田信長が名古屋城から清洲城へ居城を移した後に廃城となった時です。次は徳川家康が1610年頃に清洲越しによって都市機能を清洲から現在の名古屋に移した時です。そして直近では太平洋戦争の名古屋大空襲で名古屋城と市街地が壊滅した時です。その都度名古屋の街はその姿を変えてきました。正面に少しだけ名古屋城のお堀の石垣が見えます。堀川に沿って南に進みます。名古屋高速の下をくぐります。この右には名古屋三大商店街の一つである円頓寺商店街があります。美濃路と並行する西側の道は茂道の町並み保存地区です。桜通りを渡り天満橋で堀川を渡ります。本来の美濃路は直進の天満町通りですが、一方通行のため一本南の袋町通りを東に走ります。この辺りは清洲越しによって作られた5番割りの町並みとなりますが、ほとんどの建物は名古屋空襲で喪失しています。ここから本町通りを南下します。本町通りは清洲越しの際に作られた道ですが、城下町の道としては珍しく、城からほぼ一直線に宮宿まで伸びています。左には今年オープンした名古屋刀剣ワールドがあります。
100m 道路の若宮大通りを渡ります。この左右は名古屋最大の商店街、大須商店街です。大須通りを越えると若者が一気に減り、仏具店が立ち並ぶ静かな通りになります。ここからはゴールの宮宿のあった厚さまで国道19号を南下します。以前走った鞘街道との追い分けを越えます。ここから厚さまで美濃路と鞘街道を兼ねている区間です。右の熱田神宮公園には東海地方最大の前方後円墳、ランプ山古墳があります。左に熱田神宮の森が見えてきました。本来の美濃路はここを左折ですが、一方通行のため通り過ぎて国道1号線に出ます。ここからまた美濃路となります。ここからは美濃路と東海道の追い分けまで徒歩で向かいます。ここが東海道と美濃路の追い分けであり、美濃路の起点です。もともとここには源田勇舎がありましたが、戦後に熱田神宮境内に移設されています。せっかくなので熱田神宮にお参りしてから帰りたいと思います。江戸時代、宮宿は東海道唯一の回路である七里の渡しの渡船場があり、脇街道である鞘街道、そして今日走った美濃路の分岐点でもあるため、東海道でもかなり大規模な宿場町でした。熱田神宮はそれよりもずっと以前の西暦646年に創建されたと伝えられています。三種の神器の一つ草薙の剣を祀り、地元では熱田さんと呼ばれ人々に崇敬され親しまれてきました。ここから先ほど一方通行のため迂回した美濃路となります。熱田神宮に着きました。この先熱田神宮境内は撮影禁止の場所もあるため、ここでお別れです。ご視聴ありがとうございました。